古からストリートの覇権を争ってきた3機のエンジン。スバルの誇る水平対向4気筒 EJ20、 三菱最強エンジン 4G63、 そしてキングオブチューンの名声を欲しいままにしてきた RB26。 この中で速くて扱いやすいエンジンを探る、最強のエンジンを探るストリートキング決定戦。ここでしっかり車走らせれば車の性能ちゃんと分かりますからって言っても、これ見てくださいよ。これウェットですよ、ウェット。このチューナーの人たちが作ったね、このハイパワー車をここで走らせたのはちょっと無理だから、無理、絶対無理ですよね皆さんね。無理ですよね。いえいえ、無理じゃないですか。いえいえ。というわけで30周年なんでとっととやりましょう。はい、まずはマルシェ VAB マシン紹介は石田さん、お願いします。私はラリードライバーで、ラリーという競技はすごい狭い道を走ります。私がセッティングする車っていうのは、ハンドルにインフォメーション、フロントタイヤのインフォメーションが伝わってくる、分かりやすい。またお尻に、リアタイヤのインフォメーション、グリップが伝わってくるような、そんな車を、目指しているというか、そんなセッティングにしてます。エンジンは H ケースの 2.2 リッター、それにタービンは、H ケースの GT3RS、 マネジメントコンピューターはフラッシュエディターでやってます。それで420馬力というパワーなんですけれども、すごくフラットに出てて乗りやすい、レスポンスいい、すごく走りやすいエンジンに仕上げてます。それを受けるサスペンション、それは、H ケースのハイパーマックス 4SP のマルシェ仕様、スプリングレートの方を、少し上げて、減衰力も少し上げて、乗り心地は犠牲にすることなく、走れるような、乗り心地がいい悪いイコール、跳ねることによってグリップが悪いというようなこともあるんで、乗り心地いい車っていうのはよくグリップするし、分かりやすく走ります。うちだけが現行車、本当に奥さんも乗れる、本当に初心者の方も乗れる、そんな車に仕上がってます。この車を飯田選手がどう評価するか、非常に今回楽しみです。今回唯一の現行車、その実力は。これ滑るよね。35秒198でアキラどうだったのよ。やっぱラリードライバーがこうセッティングしたとか作った車なんで、やっぱ接地感ね、車の安定感、安心感みたいなすごくありますね。タイヤがこう路面をつかむ感じをドライバーがこう捉えやすい、そんなセッティングだと思います。思ったよりね柔らかそうだけど全然そんな柔らかくもないし、でかといって硬すぎるって感じでもないんです。やっぱストリートメインにして、安心とやっぱこう乗りやすさ、扱いやすさみたいのが、すごく感じられるWRX ですね。これね本当にこう誰もがこうエントリーモデルとして、乗るには非常に分かりやすい、これは車の持ってる、性能をね使って楽しみやすい車、そんな、マルシェの、ラリードライバーが仕上げた、究極の1台、これ誰が乗ってもいいと思う、いいって言ってくれる車だと思います。1台だと思います。続いては純オートエボ7、そのチューニング内容は。今回ビデオオプションの企画で、環状線と高速ワインディングで GTR と勝負します。 GTR や新しい VAB や、そういう車と比べても
パワーは十分出ますし、車も軽いですので負ける要素はないと思っております。この CT9A、ランサーエボリューション7の仕様は、純の 2.2 キットを使い、ランサーエボ級のシリンダーヘッドを使ってマイベックを作動するようにしています。ターボチャージャーが TD0625G とちょっと大きめのターボを使ってマイベックによって下からブーストがよくかかって上までよく伸びると、そういう狙いで作っています。でカムシャフトも純のマイベック多様のカムを使っています。ターンパイクで取材を受けた時も菊池選手に乗ってもらって非常にいい評価をいただきました。今回その環状線とか、テストコースとかありますけど、パワーで言ったら1000馬力とかそういうのはないですけども、軽量とハンドリングと十分その GTR やそういう車に勝つことはできると思います。前号の箱根で実力は証明済み。アキラはどう切る？なんかやっぱりランサー乗りやすいね。なんだろう。結構踏んでたけど、アキラどうよ？速い、この車速い。なんかね、スピード感ないんだけど軽やかに、これでやっぱパワーも出てるんだろうけど乗りやすいね。このパワー感、そんなにドーンっていうパワーはないんだけど知らずのうちにすごいスピードが出てるっていう、すごくトルクフラットな、接地感もすごくいいし、このグリップ感、こうドライバーに伝わってくるこのインフォメーションの量、しっかり感、重さ、接地感みたいのがすごく伝わりやすい、こう一体感を感じさせてくれるすごくいい仕上がりになってますね。純のこの、ランエボ7、非常にこれはねかなりレベルが高いです。なんかね、車はちょっともう古くて大丈夫なの、くたびれても大丈夫なのかなと思うんだけども、バリバリの、扱いやすい1台でした。今や超高級車 34GTR の最上級ストリート仕様とは。今回持っていく GTR なんですけど、 GTR34 の V スペックですかね。それで仕様的には HKS の 2.8 リッターの2530って、ちょっと高価な一般的な仕様ので、そんで V プロはなしでロムチューンだけで、以前1回チャレンジしたんですけど、あと2キロで届かなかったんで、今回はブーストも 1.5 から 1.78 かけて、前回タコ足ノーマルだったんで、今回タコ足交換して、あとは失火防止に岡田のプロジェクトのコイルに交換して、マフラー透明のチタンマフラーにして、馬力がだいたい650馬力、トルクが66キロくらいですかね。そんな感じで今は仕上げてみました。で今回はザルさんみたいな林さんのとこみたく大馬力で持っていくわけじゃなく、トータルバランスで、持っていこうと思ってるんで、今皆様が求めてるのはこういう GTR じゃないかなと思って、あとジュンさんとマルシエさんのエボとインプレッサー、これもトータルバランスはいいので、そこに負けないように頑張りたいと思います。ついに600馬力オーバー。アキラ踏めるか？ポテン
テンシャルを引き出した走りでアキラが感じたこととは？やっぱ34いいね。今日のやっぱ4区はすごいわ。ウェット路面でも34っていい車なこれ。ここに来てすごくいいよく感じる。なんだこれ、この足の足がいいんだろこれ。なんだろうこのグリップ感。普通のラジアルのはずなのにちょっとこういうグリップ感あると踏めちゃうからちょっと怖いなこの路面。やっぱり 34GTR のパフォーマンスの高さを十分理解して、パッと見そんなに、すごいチューニングカーに見えないんだけども、実際乗ってみると非常にバランス完成度の高い 34GTR、パワーもトルクもあるし、とにかく足がいいグリップ感、普通のラジアルなのになんでこんなにしなやかにウェット路面なのにドライバーインフォメーション、路面のねしっかりしたグリップ感を伝えてくれるんだろうっていう、非常にアウトバーンの、仕上がりのいい 34GTR でした。千馬力のモンスターマシン、とっくりさん紹介よろしく。もうさ30周年っつってさ、もうほらいわゆるストリート何回撮ってんの。まあ俺は確かにさストリート好きだから何回でも言われりゃ出ちゃうけど、環状線走るとかストリートもっと走ってくれとか、そういう企画さいきなり来んのやめてほしいんだよな。もう今回はこれ見てよ、ミッドナイトパープルの 33R 秘蔵だから。エンジンはねフルチューンの 2.7 リッターの T62、 全然嘘じゃないよ。ほんと1000馬力出てるから。1000馬力だよ。若干軽量化もしてあるから1300うん十キロ、まあそれで1000馬力だ。速いよ。33はねロングホールベースで馬力出してるとね、立ち上がりはもうどの GTR よりも早く踏めるしね。そのくせ荷物いっぱい乗って移動も楽だし、高速行ったってほらもうスタイル見てよ、ほらすっごい空力がいいんだから。ほら俺さ 3S からずっと33じゃん。だから実は大好きなのよ33が。なんか34も来るの。まあ34もね3人も、まあ、確かに速いよね。まあこの前のビデオなんか見たでしょ、うちの3人も速いし。だけどほらやっぱ33だよ。エボとインプ、いい車だよね。でもねRB の GTR の敵じゃないよ。ストリートにレギュレーションないからやったもん勝ち。まあスリックタイヤとかそういうのはまずいけどさ、だけどほら純然たるストリートカー、ナンバーついてるしね、ちゃんと車検も受かってるし、まあそれでできることは全てやっていく。アキラきっとビビるよ。だって速いからこれ。トラッグ仕様の 33GTR でアキラがワインディングを攻める。今回最速の31秒231を記録。速い、これは速い。トルクがすごいね。レーシングカーだこれ。これはスタートが難しいな。あとはね車としては完璧だこれ。04マシンだからちょっとスタートが僕は上手じゃないなこれ。でもねまあタイヤも S タイヤ入ってるってのあるんだけど、やっぱ33の良さ、このオイルベースがあってトラクションとか直進安定性の良さ、これ抜群ですね。すごい。本当ですか。いい車だね。本当ですか。いい。これこんな低いブーストで普段走ってないんでセッティング出てないんですよ。普段2キロ以上なんで。最後これさすがだなと思いました。とっくりさん
33GTR、33の良さを生かして、エンジンのパワーと、そしてドラッグ仕様、04仕様の 33GTR であるにしろ、この、テストコースを持ってくると抜群です。足もいい、車のやっぱりね、良さ、いいところを全て引き出して、このトータルパッケージの完成度の高い 33GTR、本当にね、このウエット路面でやばいっていうぐらい踏んでしまう、非常に完成度の高い 33GTR でした。結果はこちら。馬力通りの順位となった。馬力とサスペンションを含めトータルパッケージが重要だ。名だたる、チューナーたちが、なんであんなに速い車、乗りやすい車を作れるか、そのチューナーがどこまで車を知り尽くして、でその車のいいところをしっかり引き出して、ドライバーに伝えるそのインフォメーション、ドライバーがその車に乗った時に何を感じてドライブできるかっていうのをやはり知り尽くしてるからこそできるチューニングだと思います。だからパワーがあるから速いんじゃない、やっぱりその車のいいところを引き出して、ストレートだけ速いんじゃダメだし、やっぱりコーナーだとかエンジンのレスポンス、ブレーキング、ハンドル切った時の、グリップ感、そのトータルバランスが、しっかり理解できているからいい車です。僕ねこれ4台とも欲しいです。なんかパッと見なんかみんな大したことないんじゃないかな、ちょっと古いんじゃないかななんて車思ったんですけども、どれ乗ってもやっぱり抜群にいい車でした。それぞれにそれぞれの長所あり、アキラのインプレを参考に自分に合ったエンジンを探してみては。